皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、ダブルス専用の必殺サーブっていうのをやりたいと思います。で、オリンピックチャンピオンがですねやっていた非常に革新的なダブルスサーブが今回ありましたので、中国の選手に非常に効いていたストップがなかなかできない、レシーブが長くなっちゃうっていう非常に革新的なサーブになってましたので、今日はこれを私流、グッチ流ではあるんですけど研究させてもらいました。で、今まで皆さんダブルスのサーブといえばだいたいナックルサーブがほとんどっていうのが、暗黙の了解というか、ダブルスのサーブイコールほとんどナックル、そういう固定概念があったのですが、その固定概念を今回はもう完全にぶっ壊してます。まずこの革新的なこのダブルスの巻き込みサーブのおすすめのグリップなんですけど、これ人差し指できたらこうちょっと引っ込めて握る、ちょっと人差し指ピンって出すのをこれちょっと引っ込める、こうで親指をちょっと縦気味で人差し指を引っ込めたグリップ、これが私がよく使っているこういう縦面のサーブですね。これがめっちゃやりやすいグリップになります。これがですねめっちゃ効く上回転の巻き込みサーブが簡単に出せるやり方になります。台に対して直角面にしてしっかりピッとこう立ててください。直角面でヘッドを真上に向けた状態で構える、こうやって構えてください。皆さんと左手にボールあってで直角にして構える、はい、もうこれでいいです。このシンプルでも全然シンプルでいいです。やり方自体はこれがでしっかり人差し指を引っ込めた親指を立てたグリップだとしっかりこう立てた面ができるのかなと思います。これ人差し指ピンと伸ばしすぎますと、そうすると立てることがちょっと難しい、ちょっと斜めになっちゃう。斜めになっちゃうとこれだと相手にストップされちゃいます。短くされちゃうので、これだとダメ。これでやっちゃうといつもの短くやってもストップされちゃいます。ピタ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 って今の下系の巻き込みだと。なので台と直角にすること、台と直角をキープすることで、これでやることで相手の選手がこれでやると相手がつっついたらポンってなる上回転が簡単に出せます。つっつきに行く、ストップ行くだけでいつもよりもめっちゃ浮きます。これだけこれだけこれだけで面白いですね。これで実はこのオリンピックのこの革新的なダブルスのサーブがですね、これ上回転が簡単に入っちゃうんです。上回転巻き込みで上回転を入れてストップさせない、レシーブがみんな難しいっていう固定概念をぶっ壊してたんですけど、完全に今までのダブルスの発想が全くない上回転が短くくる、ダブルスで上回転が短くくるって結構返せないんですよね。でしかも下回転とか速いサーブとか他にもいろんなサーブがある中に巻き込みで上回転出されると余計いろいろあると思うと余計チキータもしようとしても上回転で短いのでチキータできないんですよね。やってみるご経験、皆さん短い上回転のチキータって難しいんですよ。下回転をチキータするのは簡単、横回転をチキータするのは簡単、上回転って詰まるんでチキータできないんですよね。伸びてくるんで。なのでチキータにも効きます。ストップもできないしチキータにも効きます。でそのやり方なんですけど、この簡単にできちゃうのがこの台と直角面を作って、でここのラケットの先端、ここにただ当てるだけで短く出してください。ここ先端のここにポンポンギュッじゃなくて上回転を入れるんでしょってやって上の方でガッて振っちゃうとこれダメです。切ろうとすると上回転短く上回転切ろう、上回転かけるぞ、ブチ切れ、上回転ブチ切れ、上回転をブチ切れにする、ここにやってて上系でブチ切れにする。あれ長くなっちゃう、あれ普通に台から出ちゃうんですよ。上回転を切ろうとすればするほど前に進むんですよ。上回転って強くかかると。なので短くなってくれないんですよね。今みたいに長いサーブは上回転をガッて切る感じで出していいです。でも短く上回転を巻き込みサーブで出すときはもう
切りに行ったらもう出ちゃうんですよ。なので切りに行くんじゃなくてフォア打ちみたいな感じで当てるだけ、ポン、当てるだけでいいです。私巻き込みのふりして当てるだけです。先端に当てるだけ。今のでいいんですよ。今の全然切れてないでしょうって思うんですけど、ぐらいのこのちょい上がいいんですよね。ポンってただヘッドを立ててただ先端で当てて巻き込みしてるだけだから、こうするとでこれでいいです。なので大事なのは短さ優先です。短くすること、フォア前に短く出すっていう短さの方を優先して、で先端でただ当ててもらうだけ、巻き込みの振りでポンって当ててもらう。ちょっともう当てるだけでそうするだけで短くゆっくりくるから、皆さんナックルか下系にもちょっと思えるしと思ったら、で後で深い速いやつとか下系が同じ振りでこれ縦目にするとひっそりとこれ見てください、下も入るんですよ。ちょっとした私のやり方にはなっちゃうんですけど、立ててとあるかけ方したらこうやって下も入ります。立ててんのにこれでブチ切れの巻き込みの下も入れられるので、それと混ぜるとで先端に当てる、これ上でこれ下わかんないですよね。で上の時は当ててるだけ、下はちょっと切ってます。上は本当当ててるだけで短さ重視でやると、ボールの直角にしてボールの右側をチョップしてもらう。ボールの右側、基本的に巻き込みの、振り方と一緒です。ダブルスでも基本的にはダブルスでもボールの右側をチョップしてもらうのはこれ大ベースはもう一緒です。ダブルスで非常に多いのがですね、左利きと右利きがコンビを組んでいることが結構多いので、やっぱダブルスは左が有利ということで、左の方が結構採用されやすいというか出てくるっていうことなんですけど、で左の選手の時がレシーブで構えた時にこの巻き込みはもうやばい強さを発揮する構え方がありまして、できる限りこの台のこの真ん中ミドルに近いこっち真ん中寄りの方にから今のこういうこの巻き込みサーブを出してください。そうすると相手がレシーブする時間がめっちゃなくなります。直線距離がここら辺で出すとすごく相手から左の選手は特に短くなるんですよ。通常はここから出すじゃないですか、このクロスからで端からももちろん安定させるという意味ではクロスのここからの方が安定はしやすいです、ぶっちゃけ。ただでもここから巻き込み出すと上回転ってちょっとバレた時にフリックとかされる可能性があります。これ時間があるんですよね。こっちだとこっちで出すとちょっとクロスに行く時に相手が落ち着いてパンって叩いてくる可能性があります。ただすごいな、オリンピックの選手がすごいなと思ったのがここら辺もう左の選手に対しても結構この真ん中に近いところでサーブ出したんですよ。だからここで出すと近いですよね、さっきより距離感が近いんですぐ来るんですよ。一瞬でパッと来るんで、一瞬で来るで、しかも当てるだけの上回転ですよね。巻き込み風上回転が巻き込みの上回転が出てるで短く来てるで一瞬で来るんで、一瞬でいろんなサーブの中に一瞬で短く上来たらどうなりますか。みんなびっくりしてとっさにパッて当てにいっちゃいますよね。感覚で言えば下手したらストレートぐらいの距離感ってことですよね。ストレートコースの超近い距離感で巻き込みの上をいきなり短く出されてるんで、つっつきが出ちゃうんですよね。癖で巻き込み出さしたらつっつきとか巻き込みしたらとか皆さんやっぱりいろんなサーブ巻き込み系とか出したらつっつきしようとしちゃう。あとはこの巻き込みの下回転とかあったり他のこういう下ナックルのサーブがあるって基本的なダブルスのサーブがあると思う中に急に真ん中からがこうペッて上に出されるとびっくりして突発的に間に合わない相手のレシーブの考える時間が全然なくて、それでパスストップ長くなるつっつきだからもし間に合ってもフォアーンですよね。ギリギリ上をなんとかこうシェイクだから痛いんですよね。この短い上が詰まるんでフォアあいたっていう感じになるのでレシーブがフォアーンって
流しで優しく合わせるとかぐらいになるので、パートナーがめっちゃ打ちやすいということですね。ただ気をつけてほしいのがですね、あんまり真ん中に行き過ぎると第1バウンドが今みたいに違反だったんです。今ダメでした、反則。何かっていうと、真ん中に来すぎるとこっちの方に来すぎると第1バウンドがこの真ん中よりこっちに行っちゃうことが結構多いので、こっち行くとサーブ向こういくらフォアクロスに行ってよくセーフって思うんですけど、ここで第1バウンドしちゃうと、こっちだったら大丈夫なんですけど、こっち白い線のこっちでバウンドをしちゃったらダメです。なのでそのギリギリのここら辺、厳密に言うとこのちょうど真ん中、この真ん中とフォアサイドのちょうど真ん中ぐらいで構えて、こうしっかり立てて、こっから出すとちょうどいいかな。ほらちょうどよくないですか。ここで出すとですね、でこれ短く上、ほらちょうどここら辺にバウンドするんですよ、ギリギリ。なのでここが一番直線距離が近いかなと思います。で今度は相手がレシーブ時、右利きの選手がレシーブするときはもう右利きでやる選手の場合は相手が右利きの選手であるときは実はこっから出すのももちろん効きます。こっから時間ない、相手に時間ないでストレートの距離感でできるだけ真ん中寄りで巻き込みの上を出す。そうしたらポンってこう突発的に時間が突発的にパッと合わせるからほわっとなりやすい状態には間違いないんですけど、ここの真ん中気味から出してもらうのと、あと右に対してだったらクロスから出してもいいかなと思ってます。ちょっとストップしてます。ちょっといろいろ試したら、右の場合だったらこっちから巻き込み性サーブ出しても全然効きます。クロスに出しても意外と効きますね。で真ん中から出してもちろんいいかな。だから右はどっちも両方効くので両方使える、ここバージョンとここバージョンなので、余裕、最初こっちでやっといて慣れたらこっちでやるとか。パートナーが左利きですねである場合はこれ真ん中気味から出すと出しやすいです。めっちゃここから出すと左利きの選手がここから出されるより、ここだと結構左利きの選手でちょっと遠くなっちゃうんで構えが。なのでここからサーブ出すよりもここら辺真ん中よりから巻き込みサーブ出してもらった方が、そうするとパートナーの人が結構近めに入れるというか、なのですぐ3球目打ちやすいっていうのがあります。でしかもなんていうんですか、右の選手右でやると真ん中にあんまりにもこうやって真ん中って意識してこっちに来すぎるとパートナーにズンって当たっちゃったりとか、パートナーが狭い動けない思いをしてしまうということになりますので、なのでここまではやっちゃいけないです。ここら辺でいいかなと思う。もうほんとちょっとこっちよりかはほんのちょっとの距離感の違いだけでも、体感的なものはちょっとワンテンポ早く来るだけでも全然レシーブの質落ちますからね。なのでちょっと右の場合はちょっとこっちに寄りにして、相手が左の時は特にでこれで巻き込みの上出してもと、相手が「おい急ぎ時間ねえ、急にキパってきた時間ねえ、急に時間来た急に時間ねえ急に時間ねえ」っていう感じでポンってなりやすいただ研究した時にこの立てた時にいろんな動かし方を、トップ選手はやったりしてるんですけど、いろんな動かし方をあえて言えば立てて出す時にちょっとラケットをガッと上げ気味で構えてもらって、でボールと手をちょっと近いような感じでこうやって構えて、でトス上げた時に1回2回目とかですね、1回振って2回目でツンってやるとか。あとはたまにそのままダイレクトでパーンとか、私はダイレクトですけどどっちかというと1回目ペンってやるとか、あとはこうやってやってトス上げた時に1、2、3ってやってる風にやってる時もありますね。なのでもうこういう
これ最初の構えもわざとちょっとこうわざと頭の上にラケット持っていくようにすると相手が何来るかわからない怖さを与えることができますので、こうやってやったりとか、だからそういうのを皆さんのアレンジで、この基本は立ててボールの右側をチョップの巻き込みがでグリップがこう立てやすいグリップにするのが大事です。でコースが大事です。今日はコースが大事です。ただでもこうやって動かすことによってより相手がレシーブ悩みますので、なのでわざとこうやってて1、2、ズンってやるか、それかいきなり一発目でバンってやるかってやると相手のレシーブがよりこの直線近い距離でやってる中でそういうのが混ざってくると、より相手がレシーブのタイミングが取れなくなってくるので、ちょっとでも遅らせるだけでレシーブの質が1つ2つと下がります。ここからは左と右の選手に対して効くコース取りと回転、ダブルスの効くコース取りと回転をどんどん言ってきます。左利きからまず行くんですけど、1つ目は相手のこのバック前に左の選手からするバック前ですね。バック前に伸びてくるこの上系のサーブを入れるってことですね。これです。やってみます。これ左利きの選手に対してこれバック前、これでいいです。もうビタッと短くしなくてもいいかなって感じではあります。正直こんな感じです。これですね。でバック前だとストップがやっぱ難しい、ストップすると長くなりやすい。なのでつっつきで送ったりとか、チキータしようとしても上なので伸びてくるのでやりづらい。なのでポンってこう詰まりながらフリックしてくれる、詰まりながらポンってやってくれる可能性が結構高いのかなと思います。で2つ目、左利きに効くのがここの左のバックサイド、ここですね。ここサイドよりこっちよりこっちの方に向かって巻き込みの上回転を伸ばして出してください。ここです。ここサイド切った状態、ここで伸ばしてやると左の選手からするとここに来るとより曲がってくるので詰まる。フォアで打とうとしても詰まるから打ちづらい。で、バックでチキータしようとしても深く長く伸びてくるのでチキータできない。ポンって乗っける右角るとかが結構多いですね。ここに上横でドライブだけでなくチキータも結構難しいところになります。上回転で標準な球で返ってきて、だから質が下がった上回転系のなので、そこにこう結構ちょっと上で叩きちょっとサイドちょっと結構巻きを強くしてやるとこうやって出しやすいですね。巻きをちょっと強くするとサイド切れやすいので、それで先端でこうちょっとこう当てて送ってもらう。ブチッと切れてなくてもいいです。ちょい上でいいかなと思います。ボールの上回転が強くかかるには、上手にかかるには真横よりもうちょっと上ぐらいを掴むように、こう先端ではあるんですけど、その時にここの斜め上のはここですね。ここをポンってやってもらうと上がこうやって出やすいので、ここでポンで回転量じゃないってことだけ覚えておいてください。回転じゃないです。コースの方、狙うコースの方を優先してください。なのでこれでいいってことですね。で3つ目、これは逆にあんまやっちゃいけない左利きに対しての巻き込みでちょっとあまり良くないコース、ちょっと危険な効く時と効かない時があるところが、巻き込みのこう出す時にこの真ん中ミドル左選手のとここら辺真ん中の短めに出す巻き込みは、このつっつきで入った時書いてくれたら効く人にはめっちゃ効きます。でもその巻き込みのがバレるとか、相手がちょっと強いってなるとフリックしてくる可能性があります。ちょうどいいんですね。ちょうど距離感がフォアフリックとか、特にここだとフォアフリックやっぱやりづらいんで詰まっちゃうんで、ここだとバックでピッてこうポンってこう合わせる感じになるんですけど、巻き込みの上だとここだと横上回転出したらパンって軽くフォアハンドでピッて合わせられるで鋭くやられる可能性があるので、でももちろん効く人にはめっちゃ効きます。つき面で入ってくれる人にはずっと浮くので遠いから浮くので、それはそれで効くっていうのなんです。でちょっと難しいところなんですけど、なので
左に対してミドル前に横この上系の巻き込みサーブ短いやつは効いたら使ってで効かなかったらやめてその人にはやめてくださいっていう感じですね。びっくりしちゃった。ああ、こっちは左よ。うん、オッケー。熱いか。払いやすい。ちょうどいいよ、いいよ。こっちの方が嫌だよね。こっちの方が。で4つ目、左利きに効くのがこのバック前にさっき上を出したと思うんですけど、これをバック前に今度は下回転を入れるとめっちゃ効くんですよ。オリンピックの選手もですね、もうすごかったなと思うのは上だけじゃなくて下も入ってるんですよね。ちゃんと入れてくるんですよね。なので上も下も両方あるとより相手がもうレシーブがしかも時間もないし、やっぱ上回転の振りに見せたいので、例えば下回転巻き込みの下回転入れようってこうやったらバレちゃうじゃないですか。面をこう開けて下ってやっちゃうと下っていうのがバレちゃうから面をこう開けられちゃう。なのでできたらこう直角面でやりたいですよね。直角面でこれ先端で当てれば上でこれでボールの右上で当てれば上で、下をひっそり入れるときはボールのこの右後ろですね、ここをちょんってやる。でこの時にラケットのその当てる位置としてはちょっとここら辺ですね、こういう感じでやるといいかな。とりあえずは引っ張ってもらうと、そうするとでできる限り立ったもんで同じようにはいこれ下ほらほら戻ってきましたね。で同じようにはいこれ下ほらほら戻ってきましたね。今ネット当たったやつ下でした。でも面は立ってます。はい、なのでこれで上に見えるポンボトッ下あるじゃんってなります。あとは方法としてはもう当て方で難しい方は上はこっちに気持ち振るとこっち右の方を振るとこう上が出やすいです。で下をちょっと強く同じフォームで入れたい時は前台の方に向かって同じ直角面で出すと、そうすると縦面で下、これで下出るのっていう、これで下上にしか見えないですよね。私がよく使ってるやつなんですけど、最近世界のトップ選手の方も結構よくこう立てながら上下使い分けてるなっていうのもすごいびっくりしてます。まさかこれ偶然的に結構似た感じになってるなっていうのはちょっと思ってたんですけど、でそのバック前にこれの立ててこうやって前方向、今下です、巻き込みの下回転出す。はい、そうするとここなんでこう左の選手がこう構えてここなんで次とりあえずプッてやればでも返されちゃうんでですけど、たださっきの上回転がここにある伸びるやつと下回転が同じフォームで巻き込みで出せればここにそれでこうつっつき、そうすると下が落ちやすくなるのかなと思います。なのでそのコンビネーションですね、上と下のコンビネーションで中国の選手のレシーブがみんなこう長くなってたりストップがちょっとできないっていう感じになってましたね。もう一回いきます。左利きに効くのが今度これ相手の左のバック前に今度はこれ巻き込みの振りでナックルのサーブ、完全にただ真ん中でポンって当てただけの、ただここでポンって当ててポンってこう表面で持っていくだけ、これナックルです。巻き込みでナックルってやっぱみんな思わないですよね。巻き込みの振りしたら横か上か下か強いんだろうなと思うんですけど、これで無回転って出すとそうすると相手の人がレシーブがポワンとなりやすい。でまたここですよね、左のここなんで上も下もある。でここにもいろんな回転ある中でとっさに直線に近い距離でナックル出されるとポンってつっつきでふわっとなりやすい、ストップでふわっとなりやすい、で返すだけになりやすいですね。でこのナックルサーブは何で必要かっていうとこのサーブの弱点ですね。このサーブなんかすごく良さそうに見えるけどなんか難しいところあるのかって言いますとあります。でそれが今巻き込み出すとやっぱり長く来るんですけど、このサーブはすごく長く来る、ストップされづらい、すごい革命的だけどサーブをこう横系をかけていることによって回転がやっぱ残るんですよね。パートナーの人が結構横回転が残った状態で長く帰ってきたりとか浮いて帰ってきたりとかすることが結構多いので回転が残っててやられちゃうこともあると思います。これは正直なところパートナーがこう横回転かけて長くなって
ストップされない、長くホワンってくる。でもそれが横系の浮いた球とか横系の球を打つ、ミスるっていうことですよね。こうなっちゃうこともあります。なので、そうならないためにもこのサーブはやっぱりこうなっちゃうパターンもあるんですよね。なのでパートナーがちょっと自分のサーブで自滅してるなと思ったらナックル入れちゃうといいです。巻き込みの振りでこれで当てるだけでナックル出せば巻き込みの振りだけどレシーブが回転がシンプルになります。その横が残ってないので次でフォワとかフリックでポンとか合わせ系の質がそんな高くないつなぎ球が来るだけなので、次待ってドンって上回転だと思って打てば綺麗なクリーンな球、軽い上回転が来たり軽いナックルが来たり軽い下回転が来たりっていうの軽い系が多くなりますので、軽い長い系が多くなるので、そこだけに絞って3球目を打っちゃうってやるとめっちゃ打ちやすいかなと思います。なのでナックルさ巻き込み風ナックルで同じように全パターン今のでやってもらうのもパートナーのことを考えると非常にいいのかなと思います。でナックルをできる人はこのナックルとこの上回転の切れたやつで上回転のやつで、そして下回転のやつで、その振りで同じ振りでナックル出す。もう相手の選手困りますよ。それ多分いろいろ伸びてくる、止まってくる、落ちる、時間ない、急に来るでいろんなサーブある。結構レシーブする側はもうとっさだからもう長くなりやすい、ストップされない、長く送るという形になりやすくなっちゃうということですね。もう一回いきます。で今度は右利きの選手のレシーブですねに対して非常に効果的な巻き込みのダブルスタップをやっていこうと思います。で右の選手でまず1つ目、これはちょっとやっちゃいけないに近いかもしれません。これはやっちゃいけない、危険なのは右利きに対して上系とかを出すときにフォア前に出すことですね。フォア前、右利きの選手のフォア前でフォア前に出すとなんかダメなのって思うんですけど、これちょうどちょうどっていうかフォア前に来た時構えてる時フォア前来るやつが一番フリックしやすかったりとか、チキータとかも、この時にフォア前に下とかナックルとか来たらちょうどチキータとかもやりやすいんですよね、ある意味。なので、右の選手はここ出されるとちょうど距離感がこのベストやっぱダメだねこっちサイドストライクゾーンにちょっと近いのでやられやすいです。ただ足がない選手はフォア前に出すことで遠くなるので、上が入ってたらポワンとなるし、下が入ってたら落ちやすかったりとか長くレシーブが返ってきやすいのは間違いないです。遠いところなのでうまくフォア前に曲がるように止まるようにこうやって出すことができればポンってなるので浮きやすくなりますね。そうだね。こっちにやる。チキータしようとしてもうまくサーブがフォア前に短く出すことができればチキータも封じることができます。なのでフォア前は逆に言ったらちゃんと短くピタッとサイドにえぐく送れる、そうだ、こっちにやる人、そして相手が足がない選手だったらフォア前めっちゃ効きます。右の選手に対して巻き込みが。ただ足がある上級者は対応してきますね。なので初中級者の世界だとここにいいです。でも上級者に打たれるなと思ったらやめてください。なのでなんか効く時と効かない時の差が激しいのがフォア前です。だからフォア前に短く巻き込みサーブ、これ上下回転ナックルどれも同じ感じに使い分けるといいのかなとは思います。で右利きの選手に超効くのがこの巻き込みサーブでここですね、ミドル前に短く上回転を出すとかなり効きます。これは巻き込みの振りしてただ当てるだけで上からいったらポンって乗っけるだけで上を出してもらって、で短く真ん中らへんに出す、相手の真ん中で、そうするとですね右利きのレシーブの選手が一番苦しいところってここなんですよ。ここ
痛いんですよね。痛い角度。ペンの選手はまだこうやって面が作れるんですけど、シェイクの右の選手はこうやって構えた時ここ来たらあいててててってなるんですよ。これ詰まってここポンってなりやすいんですよ。でここで上の伸びるやつがあるとよりポンってなるんですよね。なので右の選手にここに上系のこう巻き込み、これすごい効いてましたね。これやると直線距離で、しかも距離も時間も短いから突発的にポンってやっちゃうんですよ。そうするとでだからといってバックでやろうとしてもチキータ狙おうとしても上回転なんで伸びて思ったよりクッてくるんで、上なんでこうやろうとしてもポンってなるんで角ったりとかこう詰まりやすい。チキータしようとしても狙いづらい、利用しづらい、詰まっちゃうので、なのでポンってこうできるとしたらフリックでバックフリックでポンってこうポンって、でもこれでももう質低いですけどね、もうこんぐらいの質ポン波フリックみたいな感じで、もう相手がフリックやらされたっていう感じの球質になってくるんで、ドンとかドンとかめっちゃ3球目がもう快適にしやすいものだと思います。かといってここだとドライブもできない台上なんで、だからもうストップ系とかちょっとこうポンってポワンって流しっぽく上なんで流し入れてもそれはそれでポワってなっちゃうんで、もう難しいですよね、結果的には。このタイミングでそのフォアミドル前に巻き込みサーブ右に選手ここに出す、でここをストップさせないっていうので、そこでもっとさらに効かせるのが下系のサーブ入れたりナックル系を入れるということですね。短く下があると短くただポンって当てて同じようにナックルがあるってやると、相手選手ナックルだとフォアってなりますし、下がブチッと下が入ってるっていう状態で下自体はミスしないかもしれません。こうポンってつっつきでポンって返せばいい、送ればいいやってなるんですけど、そこで上が混ざられるともうこういう突発的にストレートの近い距離感で間に合わないですよね。上がで上意識してたら下入ってると落ちるみたいな。下がそんな短く下を巻き込みでブッチするのって難しいんですけど、今のであれば下のちょっと下をそんなちょっと入れるだけでポトって落としてくれる可能性があります。なので上も効きやすくなるので、より相手のレシーブの時間もないから突発的な時間や対応で、結構きついんじゃないかなと思います。私だったらつっつきでもう送るから、それ来たらもうつっつきで長くワンって送るしかないですね。そうするとレシーブダブルスだと相手につっつきを長くふわってやってもらうのは非常にチャンスなので、非常にありがたいので3球目ごちそうさまですっていう感じができます。最後4つ目に、ね、この巻き込みが右利きに効果的に効くコース取りなんですけど、今度はフォアミドル、ここですね。要するにここフォアミドル、こっちからここフォアミドル、これですね。フォアミドル、フォアミドル、これですね。ここに高速の巻き込みの上回転とか下回転をもう出しちゃってください。ここめっちゃ効きます。そこです。この直線できるだけこっちのこのバックに近い距離で、このすごい距離が直線で短い距離の中で直線にで上系出す。神今の良かったです。あれで来られるとこう右利きの選手がここ弱点、ここでダブルスでここに曲がり込んでくるのが弱点なんですよ結構。でしかもそれで上で伸びてくるってなると、で巻き込みだともうここもある、ここの短い右利きの選手がここ詰まるのある、ここもあったりする、で上や下やらナックルやらある、で意識ある中で意識あるでその中にこっちに深くバンって入るのがもうこうなっちゃうんで、ポンレシーブミス、もしくはドライブがこうミス、ドライブなんとか合わせてももう苦しいですよね。バックでもチキータ封じにもなります。チキータ殺し、チキータされちゃう相手に巻き込みされるとか時にここに巻き込みで長く出してください。そうすると相手が巻き込み来たと思ってチキータしようとするんで、こっちだこうなる。つっつきで上手い人だったらこういう感じからつっつきでポンって返すっていう感じなので、パートナーがドンごちそうさまですっていう感じになりやすいですね。なのでここに巻き込みの高速の上
下ナックル、まあもう出しやすいのでいいかもしれないです。ここはもう自分の例えば上が自信ある上でもいいし下でもいいし、だからここに上も下もナックルもあればそれはそれでここでさらに落ちたり伸びてかどったりオーバーしたりっていう相手がさらにそこでミスも出やすくなるので、ここにそこの、3種類の回転が出せると。これも回転量じゃないです。量じゃないですよ。ブチ切れじゃなくていい。上回転当てる、ポンって当てるだけ、下回転ちょっとかけるだけで、ナックルは送るで、真ん中こういう感じで、こうでストレートの距離感難しいよ、じゃあもう直線距離近いからなかなか出せないよっていう方は当てる位置をできるだけ低くしてもらう。巻き込みの当てるポイント高いとこうやって上がっちゃいますので、できる限り当たる瞬間に姿勢を低くしてもらうようにすると、はい、くっちゃいいところに限り当たる瞬間に姿勢を低くしてもらうようにすると、はい、くっちゃいいところに低いところに膝をちょっと使ってクッて、巻き込み、ダブルスなんで膝をちょっとオーバーめにこう使ってもらってもいいかなと思います。次3球目打たなくていいからパートナーが打てばいいんで、なので膝を気持ちちょっと強めに使ってもらうんですよ。ダブルスってやっぱりこうやってサーブ出す人いなくて、結構慎重にこうやって出してる方多くないですか？ダブルスの上手い人って体をしっかりこう入れてる。ただのナックルなのに体をしっかり入れてませんか？こうやってピンピンとかやってないですよ。こうやってしっかりナックルだったとしてもとかハイトスだとしてもこうバックサーブでもポンじゃなくてちゃんと姿勢をこうやってやってますよね。低くなんかこう送ってますよね、体ちゃんと入れて。ダブルスのサーブってそれなぜかっていうと膝をちゃんと使ってるんですよ。膝をしっかり使う、膝をクッと落とすで送るようにすると、巻き込みも膝をしっかり使って落として低いところにで低いところで膝を使って低いところでロングサーブを出すでやるとタタンって入りやすくなります。でちょっと送ってもらうような感じでやるとより安定度が、戻りも意識しなくていいのでそんなに、はい、それがでかいかなと。もう一つありました。もう一つ言い忘れてたのが、右に対してこの巻き込みサーブダブルスの効果的に効かすのに、ここサイド、さっき左と一緒ですね。サイドを切ったサーブで巻き込み系でサイドを切るっていうのが大事ですね。サイドを切って出るように上回転とか下回転とか横回転を入れると、そうするとサイド切れるんで、ここからだとドライブマンでも入れるのが、つなぎのクロスにループドライブになりやすい。でしかもミスも出やすいってことなんですよね。ここなので打球がで、しかも回転が上とか下とかナックルがあるんで、わざとここに巻き込みでダメなのが、ここに巻き込みで右に対してここに出しに行くと、この角に出しに行くとこれはドンって打たれちゃいます。こうやって打たれちゃいます。体入れなくそんなに入らなくていいじゃないですか。相手の選手はそのまま打てちゃうんで、はいダメ、打たれちゃいます。ここで構えてるから、ここで構えた状態でここ来た、打たれちゃう。で厳しい球いっちゃいます。ストレートもクロスもえぐいで、ちょっと変えるんですよ。ここじゃないですよ、ここなんですよ。台の心地、サイドを切る。だからスピードじゃないです。これもスピードで出しに行ってここじゃなくて、サイドを切るようにちょっと巻き込みの面を少しこう開いているのを、例えばちょっとこう内側により自分の方に巻いて、こっちに気持ち巻くようにするとサイド切れやすい。こうやってサイド切るまでいいじゃないですか。でサイド切らしてわざとここが一番やっぱ力伝わりづらいんですよね。ここがサイド切れたところ、ドライブかけなきゃいけないところを無理やりかけさせる。ドライブかけさせるんですよ。でもかけさせるけど、ここで器用にキュインとドライブで横入れとか、あとはドンって一発で打ってるのは本当超トップ選手だと思います。なのでここ来て、だからここに逃げるように、しかも逃げるように逃げてこうなるんで、足がない選手、かけられない選手からすると、途中とまだ技術が完成してないドライブ選手からすると、こう安定しない、ごめんってミスしちゃったわって、これは相手選手がもったいないと思うけど、これをわざと狙ってるんですよね。なのでここに巻き込みあるといいかなと思います。ただ打たれる選手に対して強いこの選手めっちゃ強い。
サイドここ切ってもビャンってやられる時はやめてください。なので使う価値はあります。大体の人には効く。こっちにサイド切れるやつ、左利きに対しても効いてましたけど、右利きもここ逃げるようにやるのは効きます。ポイントは上を出して長くサイド切った時に上を出しに行くと伸びるから相手がミスりやすい。でも相手が強くて慣れられて何回も同じのやりすぎると上から持ってかれるので待たれてこうやられちゃうので、なのでそういう時は下を入れたりするんですよね。サイド切って下を入れる。そうすると相手選手が落ちやすくなる。で上も伸びるのもあるってなると相手が間に合わない悩みますね。なのでそれプラスここにも速い、ここに詰まるならここに右シェイクのこの泣きどころ面でないストップされできしづらいっていう遠いのっていうこのダブルスっていうこの短いこのもうコースがクロスにしかなくても限られてるっていうそのサーブエースが非常に取りづらい、もうほぼっていう状況の中でもですね、こうやってやれば今日のやり方やれば、別に全員に対してこれが効くってわけじゃないです。この中で今日言った中で相手によって効くやつと効かないやつが絶対出てきますので、これだけ巻き込みをダブルスで覚えておくんですよ。コースをつく回転量じゃないので皆さんできますよ。回転じゃないんで、回転量じゃなくてコースで狙う。そうするとですね、そうやって狙う知識、右に対して効くところ、左に対して効くところっていうのを巻き込みでやるとパートナーがレシーブが長く返ってきて、いつもよりも長いから打ちやすい。でレシーブがストップされないから上系をちょっと多めに巻き込みで入れてもらうとストップされづらい。ポン一般クラスは特にトップでも効いてたんで、中国の選手も結構効いてたものだと思ったんで、私たち一般クラスだったらなおさらポンって合わせるだけでもミスる可能性ありますしね。下があって上があったらだけでポンってやってもポンって合わせてサーブエースも多少取りやすい。普通にただナックル出すだけよりもサーブエースは取りやすいのかなと思います。ただですね、今日ちょっとこれ言って、私のそのグッチ流のオリンピックを見てダブルスでのその革新的なその巻き込みサーブを見まして、これはちょっと皆さんにお伝えしなきゃなっていうので、私なりのちょっと勉強、かなり右利きの選手に対してはこうやってる、左利きの選手にはこうやってるなとか、大事な場面ではこう狙ってるなとか、そういうのを結構ずっと見てて、で私がちょっとやりやすいようにやらさせてもらったっていう感じですね。なのでそういう感じでぜひ取り入れてみてください。で、最後に一つだけなんですけど、パートナーの方がですね、どうしてもやっぱ巻き込みサーブなので回転が残るので、そこが回転が残った球が嫌だ、苦しいって方はナックルサーブにシフトしてもらった方がいいので、その時はいつものナックルサーブでやってもらうといいかなと思います。なのででも回転が残ってるのに苦しむ場合は、基本的にはループドライブみたいな形で回転を強くした球でドライブで3球目パートナーの方は打ってもらえれば、普通にスピードドライブでドーンって打ちに行くと巻き込みの回転残ってて横残ってて落ちたりとかすることあるんですよ、長くてチャンスでも。なのでちょっと回転を重視したドライブを意識して横系のサーブを出した時、ダブルスでその巻き込み系のサーブが上系ではあるんですけど、上系だからそんな横めっちゃ普通のこの準横とか YG とかの横よりなんかの回転量の残り方はしないです。なのでそこまでの自滅はしないんですけど、ただちょっと横が入るっていう程度ではあるので、ちょっと少しクッとかける、ちょっと回転重視で3球目ドライブをパートナーの人は打ち込んでもらう。そうすると球の質安定度も上がるし威力も出るじゃないですか。で相手の多少の回転も上書きできるので、そういう意識でパートナーの人はそのストップされない巻き込みからドンドンって打ってもらえる。回転重視でグイッとかけて3球目ドライブで先手を取ってもらえればいいのかなと。上をかけた時にこうそのままちょっと面をこう開けて残すと下に見えるんですよ。こうやってやると下に見えるじゃないですか。
当てた瞬間上でこうする。であとは下系をかけた時は下かけた瞬間、下系をかけた瞬間に当たった瞬間にこうやってラケットを上げるようにすると、そうすると上に見えるんですよ、こうやってやると。なのでフローフェイク、下をかけて上に上げる。そうすると上に上げたから上、でもこれは下かけて上ってやると相手選手がですね、さらにこういうのをダブルスで混ぜるとですね、より効きます。ダブルスはですねフェイク入れやすいです、正直。なぜかっていうとやっぱ次3球目、やっぱ普通のシングルスだとサーブ出した瞬間にこうフェイク例えばこう、わざとですけどこうやってやってたら次間に合わないんですよね。サーブ後の戻りっていうのがやっぱ大事なので、フェイク私もあんま入れすぎないんですけど、正直なところあんま入れすぎると3球目打てない、戻れない。でもダブルスだったらパートナーが次やるんでフェイク入れて大丈夫だと思います。なのでちょっとフェイクをこう入れ込んでもらうとか、じゃあ上に見えるけど下とかいう感じでフェイクをこうやって入れると相手がよりレシーブでさらに迷いやすくなるのかなと思います。この上下分かるんですか？分かりやすく。ああね、分かんないね。結果的に線が見えへんから、こっち側から出すと対角線によるから、インパクト見えやすいからそのフェイクとかが見えやすくなるけど、やっぱ内側やとフェイクがこうストレートに状態になる。何してるか分かりづらい。で、こっちまで行ったら本当にそうだね、確かに確かに。ああ、だからいいか。これない。これ何か分かんない。何かわかんない。こうやってね、上下って動かした。でどうしてもフリックや払いや流しがどうしてもフリック払い流し系をされてしまう、巻き込みでされちゃうなら巻き込み時に下回転を強く入れてください。そうするとつっつきで長くポンってなりやすくなるので、上があるって思って最初上系出した方がいいですかね。巻き込みで上系出しておいて浮いてるうちは OK、 やり方的には浮いてるうちは多分巻き込み出してるからみんなつっつくかストップしに行くんで、そしたら上浮く長くなるそれで役割、巻き込みとしての役割を果たしたら OK、 パートナーが打ちやすい長いボールばっかくる。でそこで慣れられてパンパンとかされだしたら、そしたら下系を入れていってください。フリックされる、ドライブされるだったら巻き込みで下をちょっと強めに下を入れていく。そうするとレシーブミスしパンってやった時は落ちるし、これ長く送ってくれるだけになるので、そこにさらにさっきも上回転を戻すんですね。そうするとつっつきで送ろうとして上でピッて伸びるともう悩むっていうかほわっと寄りになりやすい。で下に対しても上があると思いながらやるからほわっとなりやすい。だから上下って最初は上だけでやって効かなく効いてて、で効かない打たれるっていう人には下も混ぜ込む、下を入れ込む、で上と下をこう混ぜ混ぜで巻き込みでどんどんやっていくといいかなと。そうすると相手がレシーブが打てる結構もう悩みながらやってくれるのでレシーブが長く返ってくると。ナックル基本的なサーブの中にこういうサーブを入れ込むとですねより効くのかなと思います。その1個巻き込みだけでずっとやり続けると狙われちゃいますので、今みたいな巻き込みプラスこういう縦回転系のナックルと切れたやつとか、そういうのが混ざってる中、バックサーブが混ざってるとか、その中に巻き込みがこうね苦しい時に巻き込み入れて長くレシーブさせてドン、巻き込みの上出してドンドンよはいということで本当革新的なサーブかなと思います。ぜひですね参考にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。